いう自覚ないんですよ。こんだけ持っといて、目の前が大学でその子たちが来てくれてるから、お腹いっぱいにさせてあげたいから持ってるだけで、デカ盛り店をやってる意識は未だにないんですよね。すいません。メニューの数めちゃくちゃ多いですよね。おかしいんですよ。何百じゃないんじゃないですか。もう1000乗ってるじゃん。1000。盛りがすごいいいんで、ガツッと食べれてたらストレス解消みたいな感じで。こんな感じで。来ました。はい。お願いします。これサイズ一番小さいですよ。大中小無料で、気づいたら今みたいなことになっちゃってるかっていう。そうしました。力飯になります。はい、お弁当をね300キロ無料配布する。量多かったんですけど味が美味しかったんで入ってきました。そうしました。単純に腹ペコっていうそういうことじゃないですかね。さっきから立派な方ばっかりじゃないですか。ちょっと爆破予告やめてください。こんにちは、すみません。今日はよろしくお願いします。うちは仕込みをランチ後にしてるので、朝は仕込みというよりは開店準備と配送物を片付けるというか、それがメインですかね。よいしょ。このお店の開業の経緯って何ですか？開業は中国料理のお店、レストランいたり、その後ラーメン店いたりって大体10年ぐらい修行というしてたんですけど、そんなにね店絶対出すぞとは思ってなかったんです。若い頃ねちょっとバンドとかやってて、まあ、太鼓なんですけどね、体的に。ドラム。はいまあそれでちょっとまあちょっと若かったんでね、ロックスターにでもなってやろうとか思って思ってたんですけど、それでもこの料理の仕事はずっと続けてて、でその開店する年の、夏ぐらいですかね、ちょっと不動産屋さんでも回ってみようかなと思って物件を少し見始めたんですね。大体7月8月とかでチラチラ見始めたら、なんかやっぱ店よしやってみようかなってスイッチが入って、でそこから一気に探し始めて、もう10月には法人立ち上げて11月2日にはオープンしてたんで、そうですね、もう勢いです。これなんかそうだと思うんですよね。なんかもちろんお店絶対やるぞって言ってそれにね対してこう計画的にやるのもすごい大事なんですけど、勢いとかタイミングって多分あると思うんですよね。なんかそういう物事ってなんとなくそんな気がするんですけど、
多分僕的にはもうこの仕事が一番合ってるというか、この仕事しかなかったんでしょうね、自分的に。だからまあこれだなっていうところで、そうなったんじゃないかなと思うんですけど。僕が修行してたお店とか本当にこうチャーハンもう小のお玉一杯みたいな、いわゆる中国料理ですよね。町中華でもなくて、だから量が少ないところで修行してたんですけど、うちオープンした時って本当に量普通というか大盛り設定もなくて、でそれが最初の方、目の前東京学芸大学なんですけど、そこの部活系の体育会系の子たちがたまたま最初の月か何回来て「大盛りないっすか?」って言われて「あっ!」と思って、大盛り設定してないと思って「そうだそうだ」と、ここ大学の目の前かと思って「あ、じゃあ50円でいいよ」って言って、2合半とか3合持ってあげたんですよ。そしたらめっちゃ喜んで、ご飯でこんな喜んでくれるんだったら破棄するのももったいないから、サイズをちょっと刻んで大中小無料にして、で気づいたらなんかこんな今みたいなことになっちゃってたっていう増えちゃってたっていうそんな感じですかね。入った経緯ってお聞きしてもいいですか？ゼミの先輩がお勧めしてくださって、日曜日を主として働ける場所を探してた時に、ゼミの先輩が俵飯いいですよって言ってくれて、お話聞いて働こうってなりました。ほんとつい最近入ったばっかりです、私は。先輩の方は常連さんなんですか？働いてた？働いてます。もう2年ぐらい経ってるみたいで、いろいろよくしていただいてます。ランチの時間はお一人で全部開店準備をされてるんですか？開店準備はそうですね、ほとんどやって、あとは直前にバイトの子が来て外席の準備するぐらいですかね。それで開店ですかね。卵を中にお入れしますか？お願いします。かしこまりました。今回コロナで3年ほど大変な時期があったと思うんですけど、まあ大変でしたよ。で特にこんだけ量出してるんで、一応ねこう東京都も協力金的なのが出たんですけど、お店やってる方はもう分かると思うんですけど、必要経費とか例えば維持費、その間例えばうち2ヶ月間休んでましたけど、その間全く給料がないんじゃかわいそうだから、給付金とかそういうのを取らずに何か仕事作って、営業はないんですよ。だから収入はないですけど、例えば大掃除やってくれてたら1万円2万円とか、そういうので、なるべくね仕事があるようにやってったり、あとコロナでずっとやりたかったお弁当をね300キロ無料配布するっていうのをちょっとやったんですよ。大学生とかなんかバイトがなくなったりとかで、一般の方もやっぱ仕事がなくなったりとかで、結構みんな苦しかったじゃないですか。業界によっては本当に超苦しいみたいな。うちはもう料理作ることしかできないんで、何かやりたいなと思ってて無料配布したかったんですけど、人を集めちゃいけない風潮ありましたね。だったんでずっと待ってて、で一昨年かな、やっとこの11月かな、一瞬こう世の中が今大丈夫だよっていう感じになったんで、そこでやっと無料配布できたんですけど、そういうね大胆なことをやっちゃったんで、自分的にはきつかったんですけど、誰かやんないと、って思って、コロナじゃなくてもやっぱり定期的に何かしら世の中の、例えば東日本大震災だとか経済もね一瞬回らなくなったりとか、でもそれよりもね被災地の方の方が苦しいんで、そういうのはやっぱ定期的にお店やってると、コロナだけじゃなくてあるんですよね。だからそこはもうね、なんだろう、自分がなるべく腹を切るだけで済むならそれでいいかなって思ってやってますかね。続けて耐えて続けることが
一番大事というか意味があるのかなって。まだまだ16年じゃ何にも見えてないですけど。いやいやいや。16年前の卒業生だとかそういうことですけど、ここの卒業生とかがやっぱ来てくれるんですよね。その大人になって、まあ、最初彼女連れて彼氏連れてきて、で次見たら奥さん旦那さん連れてきて、で次来る時はお子さん連れててとかっていうこうそういう世代に皆さんなってるんで、まあ、そういうのが嬉しいですよね。で久しぶりに食べてこう「ああ」とか言ってくれてるのを見ると、あ、やっててよかったなと思います。俵ってやっぱ米じゃないですか、はい、俵って盛るっていう意味で俵飯なんでしょって思ってる方がほとんどみたいで、よく聞かれるんですよね。そういうことですよねみたいな。あ、僕は俵なんですってして僕の名前なんです。俵なんです。出会ったことありますか、他の俵さんに。ああ、でもないかな。そうですよね。ないっすね、意外にないかな。珍しいですよね。確かに会ったことないっすね。でもね、俵飯って俵だっていうのを何かメディアかなんかで見られて、それで名古屋かな、どこだっけな、あっちの方からわざわざ俵さん、同じ名字の方が食べに来てくれたことがありますなので結果的に会ったことはあります。そういえば思い出した。暑いから水とか飲みながらやってるね。右上のところに大きいグラス入ってるからさ。一方向でちょっと薄めに。はい。これお酒にする感じで、こんな感じで。はい。お待たせいたしました。はい。失礼いたします。これでも
これサイズ小さい、一番小さいですよ。こうちょこちょこお料理に入れてたと思うんですけど、はいはい。これはまあ中華スープ鶏ガラスープですよね。はい。まあだしです。まあスープですね。既製品はうち使わないんで、鶏ガラ国産の今あれかな、宮崎産の鶏ですかね。はい。鶏ガラ使ってあと野菜とで、まあシンプルに仕上げてるんですけど、あんまりねスープうち美味しくしちゃいけないですよ。なんでですか？シンプルに仕上げないとそれだけで美味しくなっちゃうと料理の邪魔しちゃうんで、うちでねラーメン屋さんだったらもっと美味しく作ることっていくらでもできるんですよ。だけど抑えるのが難しくて、お待たせしました。力飯になります。どこすいません。オープン当初はねもういろいろもっとうまいの作るぞってなってるからコツ入れてたし、鶏ガラ和だし和風も入れてたし、だから美味しすぎてダメだな美味しすぎるっていうので引いて削ってやってったら今の形になりましたね。一箇所どっかなんか品が欲しいと思ったらやっぱ味かなと思う。一箇所でいいんですよ。足したも必要な時あると思うんですけど、結果的に引き算してる時の方が多いですからね。いらっしゃいませ。こっちの黒板にもメニューありますか？はい。今日何をご注文されましたか？今日は力飯を波の大をいただきました。量はどうでしたか？量は多かったんですけどやっぱ味が美味しかったんでもう入ってきました。今日来店何回目？今日初めて来ました。この辺でちょっとボリュームがある店を調べてたら出てきて、でまあ調べたらこういろんな芸能人とかいろんな方が来られてたんで、美味しい、ちょっと行ってみようかなということで仕事の途中に来ました。美味しかったです。ありがとうございました。頑張ってください。料理の数すごい多いですよね。多いですね。お店8席ですね。店内8席ですね。でソフトに3、3、まあ、6から8とかそんな感じですかね。この席数のメニューの数めちゃくちゃ多いですよね。おかしいんですよ。だからずっと以前はねSNS で毎日新メニューやってたんですよ。そうするとその新メニューを食べる前に次の新メニューがどんどん出ちゃうから、だから今は抑えて SNS、YouTube とかで1週間に1回新メニュー出して、それでもどんどん増えていくんで、もう何百じゃないんじゃないですか。もう1000乗ってるじゃん。初期から SNS メニューってやってるんで、ここに書いてあるのはごくごく一部で SNS でどんどん増えていってるんで、だからそう思うとめちゃめちゃ多いんじゃないかなと思うんですよね。メニューってなんか無限ですよね。なんかいろんな食材使っていろんなものを作るっていうのは割とできるんですけど、やっぱあんまりいろんな食材使ってると捨てなきゃいけなくなったりするじゃないですか。だから食材の種類ってほぼ16年間変えてないんですよ。この同じ種類の中での何百何千ってな
っていうね、この味とか組み合わせとかそういうことで増えてってる、はい、まあたまに僕地元高知なんで、高知の無農薬野菜取ったり、そういうのはその食材を期間限定で使いますけど、普段置いてる食材でなんとかちょっとこう飽きないようにこういろいろやってるんで、素人なりにもなんか大変そうだなっていうイメージですね。多分食べるのが好きだからじゃないですかね単純に腹ペコっていうそういうことじゃないですかねあ、絶対美味しいよねみたいな、お客さんが食べてるのを想像したりして、例えば暑い日だったらこういうの食べたいだろうなとか、そんな感じですかね。河原飯のお客様。はい。はい。直接お出していいですか。はい、お待たせしました。はい。お気をつけてください。スープ前の台を切ります。気をつけてお取りください。こんなん出てくるんだ。これは美味しそう。これも取ろう。お店の雰囲気がアンティークっていうんですかね。はいはいはい。店作る時に一個だけこだわりというか、レンガ入れたいっていうのだけあって。なるほど。はい。なのでよく板にレンガの模様とかっていうのは安くできるんですけど、結構一個一個がガチで高いレンガを埋め込んでるんですよ。ちょっと待ってください。はい。本当だ。これちゃんと石ですね。はい、そうですそうです。店作る時なんて超素人じゃないですか。店作るに関しては、はい、そんなこと考えてないというか、はい、まあちゃんとしたレンガを入れてくださいっつって言ったばっかりに、内装費がえらいこっちゃになっちゃって、これかと最初のお金かけすぎ、もう狭い店にしてはお店出すの慣れた人からしたらそんなお金かけたのみたいなことに最初になっちゃったんですけど、まあ、最初だし好きにやろうと思って。おしゃれな感じがあっていいですね。ああ、そうですね。自分が音楽バンドやってたっていうのもあって、いろんなジャンルこう流して、まあもちろん激しいのもありますけど、ジャズも流すことありますし、なんだデカ盛りだからみたいなふうには思ってなかったですね。まあもちろんデカ盛りやるつもりなかったですけど、いまだにねデカ盛り店っていう自覚ないんですよ。こんだけ持っといて、目の前が大学でその子たちが来てくれてるから、お腹いっぱいにさせてあげたいから持ってるだけで、デカ盛り店をやってる意識は本当に今16年目ですけど、いまだにないんですよね。取材の時にデカ盛りのって言われるとなんか違和感最初あるんですよ。いやデカじゃないけど、まあそういうならまあはーいみたいなはーいみたいなはい、鶏からでいいですね。中に卵入ってます。はい、すごいできます。瓦飯。
マスターのはい YouTube チャンネルを拝見したんですけど、あここではい印象的だったのが、はい包丁かっこいいですよね。あ、本当ですか。これ僕が持つとこれぐらいの大きさですけど、例えば持ってみます。はい。あ、重っ。これが普通の中華包丁より全然重いんですよ。そうですよね。はいはいはい。ネノヒさんっていう、はいネノックスっていうんですけど、これでこれとか、この包丁牛刀とか、はいあとペティナイフとか、はいこれはね修行してた時の料理人の方が、20年ぐらい前ですかね、に、くれたんです。これは最初で、この方がくれてこのネノヒさんというメーカー知って、すごい切れ味もいいし、それで僕もこれにしたんです。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。マスターってどういう人なんですか？どういう人ですか？はいなんかパッと見怖そうじゃないですか。マジではいめっちゃ優しいです。なんかすごい、この前バイトに入った時、私ちょっと学校のことでうまくいかなくて落ち込んでたんですけど、何も言わなかったんですけど、気づいてくれて元気ないに寝れてるみたいな感じでびっくりしちゃって、そんなに外に出してたわけではないのに感動しました。うちのサークルみんな俵飯大好きなんで、なんだろう、あと仕事をこういろいろまだ入って4回目とかなんですよ自分、で教えてくださるんですけど、ちゃんとなんでそうするかの理由を一緒に添えてくれるんで、機械でちゃんと覚えられるのがすごい嬉しいです今日で10
回とか10マラそれぐらいなんで、なんでしょう、ストレス解消みたいな感じで半分はやっぱり他のご飯と比べるとここがすごい美味しいんでついつい来ちゃいます。やっぱ盛りがすごいいいんで、もうガツッと食べれるから、その辺がやっぱりちょっと気持ちよく食べれる感じですね。いつも美味しいご飯ごちそうさまです。すごい話を聞いちゃって。今日平日のお昼なんですけどね、大体平日のお昼ってこの時間帯になんだろうな、空いてるっていうほどのないんですよ、なんでだろうなと思って、うちのその学生さんスタッフに何かあったのかなって聞いたら、なんかどうも昨日のこの学芸大になんか爆破予告みたいな、なんかあったみたいで、今日爆破するみたいな、でそれで今日全部休校になっちゃったんですよ。で学校に多分入れなくて、それで学生さんが来れない、もう授業がない、ってなったから、普段グワーって来る学生さんがそういえば一人もいないな、さっきから一般の方ばっかりじゃないですか。その休校のせいかと思って、爆破予告やめてください。お願いしてやめてくれるんですかね。どうなんですか。あれ、そういえばあちら学芸の学生さん、学生ですね。休校になったから今日彼女はバイトに入れたんです。シフトという意味ではありがたいですけど、予告やめてください。かしこまりました。よいしょ。こだわってる素材とかって何があるんですか。素材は、最近で言うと、豚なんですけど、本当特別なブランド豚なんですけど、愛媛県の宇和島市に、愛健康牧場さんっていうところがあって、そこの愛健康豚っていう完全無薬で、薬使わずに育てた豚がいるんですよ。で完全無薬って全国探しても多分そこかもう一箇所あるかないかなんですよ。それぐらい難しいことで、無薬で育てるということは病気にならないように育てる、だから油が美味しくなるんですよね。薬品もゼロということなんで、それを食べたらもうびっくりするぐらい美味しくて、でそれをね、今度次からうちが飼育委託、うちのために飼育委託豚をうちのために育ててくれて使えると。うちともう1店舗、ここの知り合いのお店なんですけど、そこで一緒に使えることになったんで、全国でも食べれるのはうちとそこだけっていう、今その名前を考えてるところです。ブランド名決めていいってことなんで、今それを考えて決めてる最中なんですけど、もともとの豚は愛健康豚っていう、愛健康豚、SNS メニューとして、例えばうちが YouTube で載せたりして、仕入れてそれがある間、限定にはなるんですけど、1ヶ月でしたっけ、基本的な。確かそうですね、それで一応1ヶ月なんですけど、結構ハイペースで出ると、前回それ愛健康豚やった時は4日間、4日間で全部出たんで、今回も仕入れてはいますけど、どれぐらいあるかは本当にオーダーのペースによりますね。あんま頻繁に仕入れられるのちょっと高級で、やっぱ高いんですか。そうですね、本当に和牛レベルというか、なかなかの、でもそれぐらいこだわって作ってるので、僕的にはむしろ安いと思ってます。なのでパッと見うちのメニューと比べると価格帯も提供してる価格帯も高く見えるんですけど、その価値考えたら逆に多分安いって分かってくれるんじゃないかなと思ってやってますけど、ちょうどそれ今切るんで。いいですか。はい。このね本当にこの油、今ちょっと触っただけですけど、もう溶けてるんですよ。本当に人肌で溶けるぐらいなんで、調理して口の中に入れるとジュワッと溶けます。綺麗ですね。綺麗なんですよ、本当にね。グラデーションがなんかね、こうきめ細かいんですよね。そうですね。油の入り方も、むしろ油食べてくださいって言いたいですもん。本当びっくりするぐらいうまいんで。
夢とかって何かあるんですか？このお店自体をそのまんま大きくするとか、そういったことよりも今のこだわりをいい意味で捨てつつ、もっともっともっとっていう意味で、過去にこういうメニュー作ったから、こういうの取材をいっぱい受けたから、じゃあこれでいいじゃないかってじゃなくて、それはそれでもうどんどん切り捨てていって、そういう風にいけたら自分も飽きずに楽しくやっていけると思うんで、何かこう、商売を大きくするというよりは自分の中でのモチベーションというか、そういうのをどんどんこう高めていくためにも、真にあるこだわりみたいなのはブレずに、そのままどんどんこだわり続けていきたいっていう風に思います。かっけえ。いや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 たまにはとか言ってね今日は取材ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい